続きましてはゲストによるおすすめの、コーナーでございます。絶望から希望へ、見た人の絶望がね、希望に変わるような、なんかこう自分のねスイッチ入れられる、そういうこう須田剛一にとってのアイテムって何なんでしょうっていう、作品でもいいんですけども、それちょっとぜひご紹介いただきたいなと思うんですけども、今日持ってくるの忘れちゃって、でもちょうどね後ろにいっぱいうちのライブラリーがね、ライブラリー充実してるんですよね。まずは、僕はねこれかな、一番好きなのはティガですね。へー、もちろん昭和直撃世代ですよ。なんですけどティガはちょっとやっぱ特別感が強すぎて、そうなんだ。長野君演じる大悟がすごくこうなんていうんですかね、ピュアな存在なんですよね。汚れてない存在なんですよ。だんだん話が中盤になるにつれ、これまでウルトラマンでタブーだった、なぜ僕はウルトラマンなんだ、ウルトラマンであることの意味って何なんだっていう自問自答をしちゃうんですよ。でこれが川崎京太さんという監督さんの回で、川崎さんはこの回やるときに円谷からめちゃくちゃ怒られたんですよ。なるほど、絶対やっちゃいけないと、ウルトラマンがなんで自分がウルトラマンかっていうのは、ウルトラマンとしてはタブーなんだと、でも喧嘩して納得してもらって実現したんですよ。その回がまず神回で、すげえ回なんですよ。でそこで大悟は自分はウルトラマンであるっていうことに対して決意をするんですよね。この地球を守るためにウルトラマンなんだっていうことをもう一度噛み締めて、で最終決戦に向かっていくんですけども、この時のなんて高揚感っていうんですかね、V6 の「Take Me Higher」っていうのがね、主題歌なんですけども、ガッツウィングがね上空飛んでいくんですよ。でその時にレナに大悟が自分がウルトラマンであるってことを多分バレるんですよね。その時に「Take Me Higher」のリミックスバージョンが流れてる。ツンチャカチャンチャンツンチャカチャンチャンツンチャカチャンチャンツンチャカチャンってそこの長いイントロがずーっともうその時にもう鳥からブワーッってあって、でウルトラマン変身した時にもう大号泣ブワーなんだこのウルトラマン、俺こんな泣いたことないぞウルトラマンでと思って、そっからティガが特別なね作品になっちゃったんですよ。なるほど。ある意味こう平成になってからウルトラマンって、私の中である意味完成したところがやっぱあって、 SF 大会っていうイベントがあって、そこでちょっと業界の諸先輩方と混ざって、やっぱ諸先輩方がやっぱ言われてたのが、ウルトラマンっていうその存在はよく日本語のことわざで人事を尽くして天命を待つっていう言葉があると思うんですけども、あれこそがウルトラマンなんだと。人間たちが宇宙怪獣が現れた時にまず自分たちで何とかやろうとして、やっぱ頑張ってどうにもならない時だけ助けてくれるのがウルトラマンって、まさに天命。確かにそういう見方で見るとやっぱウルトラマンのその神々しさというか、これはねやっぱ特別だなってやっぱ思うね。ただの特撮じゃなくて、日本人の心に刺さるものがもうあるんですよね、ルーツとしてね、それに多分もう共鳴するんでしょうね。で今ねウルトラマンも結局親子2世代とか3世代そうですよにもう、長いっていうのももちろんあるけども、やっぱいつの時代でもやっぱこう子供たちがちゃんとね、ウルトラマンや仮面ライダーに憧れてくれるっていうか、そういうこう世界っていいなってね思うよね。だから僕ライダーも好きだし、もちろんガンダムも好きだし、もう一作品やっぱりね逆者なんですよ。急にガンダム来た。はい、こちら DVD ですけども、逆襲の者。いやこれはもうね、言わずもがなんですよね。2年に1回見ないといけないなっていう作品で逆者はやっぱりこう心揺さぶられるというか、毎回見てもうすごいものを見させられてる気がするんですよ。多分1年間やるはずだったんでしょうね。それがいろんな事情で2時間になったわけですから、2時間の凝縮っぷりが半端ないですよ。すごいね。世界を見渡してもこれだけ2時間の中に情報量が詰まってる作品ってないんじゃないかなっていうぐらい、ガンダム好き嫌いにかかわらず、ぜひ見てほしいな。見てほしいね。うちの嫁さんガンダムとか全く興味ないですよ。そうなんだ。何一つ興味なくて、ガンダム見せても何が面白いかさっぱり分かんない。で無理やりこれ公開の時に僕連れてたんですよ。その時妻が言った一言は「アムロ立派になったね」ってすごい相変わらずあれね、こう神様視点でそんな見方一度もしたことないからアムロ立派になったんだと思って確かにっていうね、オチがつくんですけどね。
まあということで、ということではいウルトラマンティガと、はいティガとねはいガンダム逆襲のシャアでございました。はいそれではごちさん、はいお友達をごそういうね紹介、はいいただきたいなと思うんですけど、そういうコーナーなんですよねそうですそうちょっといいとも形式でやってるんで。了解しました。はい原さんから僕からそね、まあよく飲みに行ってるんですけども、2年に1回ぐらい飲み。よくて言わんわ。お前誰や？富山慶一郎さん。富山慶一郎。はい。 SI グラビティはいグラビティでグラビティデイズ、はいサイレンサイレンの富山ね。どうでしょう富山。まあいや俺もしょっちゅう飲んでるけど、多分ですよね俺の方が飲んでるわ。多分ね多分近いしほら。近い。では、はいご紹介いただきました。は次回のゲストははい富山慶一郎です。はい。告知のお時間なんですそうが。ですね。まあもちろん最新作ははいノマヒロズ3、うん。来年発売に向けてスイッチ。はい。はい。で皆さんぜひ期待してください。うん。そしてあとはまあ僕もちょっとコーナーを持ってまして、IGN ジャパンでおはい。映画のコーナーを持ってます。あ、映画の方なんだ。映画のコーナーですへえ。はいサブカル51おおはい。といううん少林寺35うん。ありますよね、うんあれ見立ててうんいろんなサブカルのジャンルを棒を立てていこうと、あーでそれを51棒をなるほど立てましょうというなるほど。コーナーで毎回いろんな映画をモチーフにして、うんまあ、ゲストを呼んで、うん。もうトークをする、まあ、こんなのやってますね。ちょっとリンクが貼れれば、はい。リンクをちょっと貼っておきますのでぜひ皆さん見てください。はい、わかりました。いや楽しかった松山さいや、こちらこそ。まあけどまた、ちょいちょいね遊びに、ぜひまた呼んでください来てもらえればと思いますんで。はいありがとうごはいざいますはいということで、今回のゲスト、いグラスホッパーマニファクチャーの須田剛一さんでございました。はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。絶望禁止バラエティピノライブでした。さよなら。